はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。沖縄やハワイで人気のスパムをご存知ですか？あのジャンクな味がたまらないですよね。ポーク卵、スパムおにぎりなど手軽に作れる料理も魅力的です。今回は大人気の加工肉編です。自家製スパム作っていきます。それでは早速やっていきましょう。これがスパムです。スーパーなどで見かけたことある人も多いですよね。スパムとはアメリカの食品会社ホーメルフーズ社が販売しているランチョンミートの商品名です。他にも有名なランチョンミートだとチューリップのポークランチョンミートなどがあります。ランチョンミートとはひき肉に香辛料などを加えて金型に充填して固めてオーブンで加熱後に冷却し保存性を高めたホームメイドソーセージの一種です。スパムには通常のクラシック以外にも減塩タイプやガーリック、チーズなどいろいろな種類のスパムがあります。ちなみにスパムメールのスパムはこのスパムから来ています。長くなるので気になる方は調べてみてください。今回用意した材料はこちらです。特に発色剤などは使わずに作ります。まずはソーセージを作る要領でひき肉をこねていきます。氷で冷やしながら冷水を少し加えて粘りが出るまでよく混ぜてこねます。粘りが出てきたら塩、砂糖、片栗粉を加えてさらによくこねます。しっかりと混ざったら容器に具材を詰めて蓋をします。蓋が開かないように全体をラップでくるんで真空パックにします。今回は70度4時間加熱します。前回ソーセージを作った際に高い温度で加熱してボソボソになったので今回は低温でゆっくり加熱します。通常ランチョンミートは密封された缶詰で 340g 缶の場合116度65分間加熱殺菌されているそうです。それでは市販のスパムと自家製スパムを比べてみます。これが市販のスパムです。こっちが自家製のスパムです。発色剤を使用していないので自家製のスパムの方が自然な色をしています。ここで問題です。どっちが本物のスパムでどっちが俺のスパムでしょう？わかりますか？正解は右が本物のスパムで左が俺のスパムでした。それではカットしてみましょう。本物のスパムはこんな感じです。俺のスパムはこんな感じです。カットした断面の再現度はかなり高い気がします。自分でも再現度高くてびっくりしています。それでは焼いてみましょう。まずは本物のスパムから焼いてみます。油を敷いてちょっとカリッとなるくらいが好みです。次は俺のスパムを焼いてみます。焼くとより色の違いがはっきりしますね。せっかくなのでポーク卵を作ります。まずはスパムをよく焼きます。次に卵を焼いて少し半熟のスクランブルエッグを作ります。お皿に盛り付けてケチャップをかけて完成です。かなり美味しそうです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今回はハワイの粉ビールのファイヤーロックを飲んでみます。ハワイとかだとかなり色々な種類ありますが日本で見かけるのは限られた種類ですね。その中でも定番の粉ビールです。スタイルはペールエールで色は濃いめの赤銅色をしています。香りは柑橘系のようなフルーツっぽさとモルトの焙煎した香りがあります。甘く香ばしくてとても飲みやすいです。気分はアロハって感じですね。夕暮れ時の海辺でのんびり飲みたい、そんなビールです。バーベキューとか焼肉に合わせても良さそうです。それではスパムを食べてみます。まずは本物のスパムを食べてみます。この塩辛さがスパム食べているなーって感じがします。今回はクラシックを選んだので結構塩辛いです。苦手な人は減塩タイプとかヘルシーなライトとかもあるので探してみてください。次は俺のスパムを食べてみます。本物に比べるとかなり肉っぽさがありますね。本物は魚肉ソーセージっぽい食感ですが俺のは若干ハンバーグっぽい感じがあります。 100g あたり 2.5g の塩を入れましたが本物の方がしょっぱく感じます。本物に近づけるなら 2.8g くらい入れてもいいかもしれません。もう少し油っぽさを足してもいい気がするので豚のひき肉 380g に対してラード 20g とかちょっと調整しても良さそうです。あとは練る作業は手を抜かずにやることが大事です。加熱の感じは70度4時間でかなりいい感じに仕上がっています。今回は缶に入れましたがラップでくるんでソーセージっぽくしてもいいと思います。それではポーク卵を食べてみましょう。沖縄行ったらつい食堂とかでポーク卵頼んじゃいますよね。これだけでご飯のおかずは十分です。みんなはスパムはどう食べるのが好きですか？もしおすすめの食べ方とかあればぜひコメント欄で教えてください。いやポーク卵つまみに飲むだけでもいいですね。今日も美味しかったです。
ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。スパムの作り方いかがでしたか？自分で味を自由にできるので、好きなスパイスを入れてあげても美味しく作れます。カレー粉とか入れてあげても美味しいです。自分たちは群馬県前橋市でホルモンしまったというホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。